教えてコルトン先生。ファイナルファンタジー14において戦線維持に最も重責を担うジョブ、それがヒーラー。もっと上手くなりたいと悩む子羊ヒラたちの思いに、ワールドレース2連覇姫騎士団2年在籍中の世界ナンバーワンヒーラーコルトン先生が立ち上がってくれました。収録後にエボルブモードが発表されるまさかの展開に見舞われながらも、考え方の部分は一生使えるだろうということで動画化しました。ヒラたちの質問、先生の回答って流れでポンポンいきます。ヒラの皆さんの一つでも気づきになれば、そしてトップレーサーのオタクトークを楽しんでいただければ幸いです。早速本編どうぞ。家なしララチャンネル。私からの質問としては、MP が足りなくなった時に攻撃するべきなのか、それとも手を止めて次の軽減とかに回した方がいいのかというのが一つと、進行で MP の回復を補って、事故った時の保険にMP を多めに持っていくみたいな、そういう感じのあれで、動画の方は送った動画の方は LB で立て直した後に、その後塔が爆発して気合でアクセッション連打して戻して、その後 MP が切れてからの一連の流れって感じです。質問にお答えいたしますと、MP が不足した時にどうするべきかという話なんですけども、まず大前提として、サボれないヒールっていうのがあると、バリアヒーラーの場合は特に。例えば、キングオブアルカディアに対する意気健康策とかは、周りの軽減量とかにもよるんですけど、多分あんまりサボりたくはないかなっていう気がするんですよね。こういうサボれないヒールみたいなのはもちろん打つしかない。ただの HP の戻しとかは、ヒーラーが気を利かせてくれれば戻してくれることもあるんですけれども、こういうのはもちろんサボれないっていうのは前提として、あと何をサボっていくのか。要は、普段って時間内に出せる火力を最大化することが大事になってるわけですけど、こういう状況になったらもう、この残ってる MP の中で最大化するのが大事っていう話になります。ということは、MP あたりの威力値が高いスキルをちゃんと打っていくってことが大事になります。と、例えば孤独砲なんかは、これは基本的にどんだけ MP がなかろうが大体サボっちゃいけないですね。もう 1CD あたりの火力がかなり、5件砲とかとは比べ物にならないので、今回はちょっと MP がカツカツになってるのがMP がカツカツになってしまったのがこのスタピナあたりであんまり移動する場面じゃないので、例えばですけど、ルインダとかって、当然 MP あたりの火力っていうのが5件砲と比べて低いので、例えばこういう MP がカツカツの場面でもしもルインダを打ちたくなったら移動中に、そういう時にあえてルインダを打たないで極限砲に MP を残しておくとか、みたいなことも必要になります。今回はちょっともう場面が場面であんまり歩かないので関係ないですけどね。あとは、この後バーストがありますよね、この辺で。バースト中に MP がなくなってしまって、撃てなくなってるんですよね、極限砲。こうなるぐらいだったら、もうバースト前のこの辺の極限砲をちょっとサボって、バースト中に撃てるようにするとか、っていう点もあります。やっぱ孤独砲とかは MP 効率、MP あたりの威力値はすごく高いので、こういう時こそ忘れちゃいけないですね。この辺は正直ちょっと難しいんですよ。その極限砲とかって MP、残りの戦闘 MP いくつあったら打ち切れるのとかそういうのは結構難しい話なんで、ただ一個すごくもったいないところがあって、これですね。強化薬。強化薬って、マインドを 10%、厳密に言うと 10% もしくはマインドいくつっていう上げ方をするので、基本的に火力は上昇するのは 10% 未満になります。ということは、普通に考えると30秒間なんで、12発とかですかね、極限砲。大体12発ぐらいの火力を 10% 上げるぐらい。ってことはこれクルスやっても別に極限砲2回分得しないわけです。ってことは、強化薬終わって、もしも5秒以上手が止まってしまうのであれば、MP がなくて、今回見てると多分5秒ぐらい止まってるんですよね。打てなくなってるんですよね。そうですね。この中だったら、強化薬を終わらないでスーパーエーテル終わって極限砲打ってる方が強いっていうことにはなります。一応せっかくなので、ちょっとお話しさせていただきますと、今回、タイラントが、薬バーストが、06、10.5 とか言われてると思うんですけど、でも最後の薬バーストって結構しょっぱいですよね。6分の薬が結局ちょっとあるのが遅かったで、10.5 のバーストにちゃんと取り切らなかったとか、結構めんどくさいとかあると思うんですけども、もしも MP が足りなくなるなっていうことが早めに分かっているのであれば、その6分の薬をスーパーエーテルにして、しかもちょっと早めに割る5分ぐらいで、みたいなことをすると、10.5 の薬を自分にとってすごく割りやすいタイミングで割るみたいなこともできます。今回は、戦闘時間的に0、6、10.5 が薬バーストっていうことになっていると思うんですけども、例えば、10のバーストがずらせなくって、0、2、4、6、8、10でバーストして終わりみたいなコンテンツだとすると、例えば、0で強化薬終わって、5でスーパーエーテル終わって、10で強化薬終わるみたいなのも、ヒーラーは割とありかなって気がします。せっかくなんでちょっと進行の話もしようかなと思うんですけれども、そもそも進行どういう話なのか、進行の使用自体についてお話ししたいと思うんですけれども、ヒーラーって、基本的には進行一切進んでないと、基本的に1秒間に200ずつ回復します。で、進行ある程度進んでいると、3秒間あたりの回復量が増えていくっていう仕様になってます。当たり前なんですけども、進行を積むとその分 MP の管理が楽になるというか、MP の回復量が増えるみたいな
話になってます。じゃあ実際進行いくつがいいのって話なんですけれども、そもそもヒーラーというか学者って基本的に LP を100単位で消費すると思うんですよね。極限砲とか400だし、攻撃の策とか900とかだし。ってことは基本的に100未満の波数は言ってしまえばゴミだとあっても何の意味もない。実際のことを言うと、そのルーシッドドリームっていうのが LP50 単位でもらえるので、実際に100単位ではなくて50単位、50人みたいな部分はゴミっていうことになるんですけれども、ということは、基本的には AP の自然回復量と50との最大公約数がでかいような数字になっていると効率がいいということになります。で、ちょっと伝わりづらいかもしれないので、ちょっと別で動画を用意しておりまして、これが1383っていう数字にしたんですけども、こうするとどうなるかっていうと、そうすると MP の自然回復量が250になってるんですよね。つまり普通のと比べて50多い。ってことは、これはこの50増えるっていうのはめちゃ効率が良くって、50以下の波数が絶対発生しないんですよね。だから、この進行盛りすぎなんじゃないのかみたいな問題は別であるんですけど、一旦そういうことを置いとけば、この51ティックで50増えるっていうのはものすごく効率がいいっていうのはなんとなく伝わるかなと思います。MP のご覧いただくわかるんです。基本的にこの50以下の波数がもう本当に一切発生しません。こんな感じで、50との最大効率が起きないように、要は MP の自然回復量が25の倍数になっているとか、50の倍数になっているとか、5の倍数になっているとか、10の倍数だとか、2の倍数だとか、みたいなことになっていると効率がいいということになります。参考程度なんですけども、僕はヘビーやるときは MP の回復量を1ティックあたり225にしてました。これはちょっと多いんですけども、多分普通の一般的に接触されているヒーラーの装備と比べると多分多い方だとは思います。けれど2ティックするだけでその50に達するので、2ティックに1ティック、戦闘時間半分ぐらいでしか波数が発生していないような状況になる。ということで、MP 回復の効率は結構いいということになります。ドアノブさんに動画を見てちょっと気になったことで質問があるんですけど、救出と展開にマクロが入ってて、これの中身がちょっと気になって、あんまり見ない気がしたんで、これ何なんだろうっていうのがちょっと個人的な。マウスオーバーを15行バーって書いてるタイプのマクロですね。ああ、なるほどなるほど。どういうことですかどういうことですか？マウスオーバーで、対象をたぎらなくても、カーソルが合ってるだけで対象になるできるマクロのあれ。ちょっと見てると思ったのが、ウェポンジェネレートバスターが着弾した後ぐらいで、イルミを、着弾する前にイルミを撃ってらっしゃるんですけれども、イルミがこの後20秒間なんですけども、多分これが何の効果も発揮できてないんですよねっていうのがあって、特に打つところがなかったんで、回復上昇のために気持ち添えておいた感じです。そうなんですけれども、実はこいつ罠がありまして、こいつよく読んでいただくと、回復魔法による要回復量が上昇って書いてあるんですよね。この、意気健康の策だとか、攻撃の策だとかに対しては乗るんですけれども、回復量上昇が。ペイブレッシングとか、光のささやきとか、辺には乗らないっていう、やばい罠が。罠ですよね。本当にめんどくさいんですよね。せっかくなので、ここだと、例えば、戦闘開始前にバリア張ってましたよね、確か。そうですね。そう。これの前にイルミを打つと、このバリア熱くなるんですよ。そっか。みたいな使い方はできます。特にヒーラーのスキル、適当にヒーラーのスキルでめんどくさいやつ来ました。1個目がフェイルミネーションですね。これが、しかも結構細かいところめんどくさくて、バフを持っている人からの回復魔法の回復量が 10% 上昇っていうことになっていて、で一方で下のプシスは、バフを持っている人に対する回復効果が 10% 上昇っていうもあったりとか、別にちゃんと全員に入ってれば大差ないんですけれども。で、一方で、このフェイルミネーションの方は回復魔法の効果アップなのに対して、ピスのは別に魔法に限らない、アビリティとかでもいいみたいな違いがあります。あと、勘違いありがちなのが、フェイルミネーション、これバフを持っている人からの要回復魔法、魔法による要回復量上昇なので、このバフを受け取ったピュアヒーリアによる魔法の要回復量も増えるみたいな仕様になってます。あとはこれは有名ですけども、一応軽減効果がついてるんですけど、これが魔法ダメージだけ軽減するっていうことになっています。下にもいくつかややこしいなって、インデルゲンティア、最近軽減がついたとか有名ですけれども、もともとヒール量アップ、GCD ヒールのヒール量アップみたいなイメージを持ってた方多いと思うんですけども、これ細かい仕様で言うと、バフを持っている人に対して、キアルガ、メディガ、ラプチャーが着弾した時に、インデルゲンティアから回復量で200のが発生するっていう効果なので、これは別に元の魔法を強化してるわけじゃなくて、アビリティの追加回復が発生してるっていう仕様になります。ということは、このインデルゲンティアによる追加回復にフェイルミネーションは乗りませんとか、めんどくさいことやってます。あとは、バリヒーラーの180アビリティで、フィロソフィアとセラフィズムってあると思うんですけども、こいつらもちょっとめんどくさい仕様というか、細かい違いがありまして、フィロソフィアが使った瞬間に C のパーティーメンバーにエルダイモリアっていうバフを付与して、その後賢者が攻撃なり何なりをすると、モリアもちろん回復するっていう仕様になってるんですけども、ということはこのフィロソフィアを打つ瞬間に、このエルダイモリアもらえると、その後追加回復が一切もらえないという仕様になってます。で一方でセラフィズムは、学者中心に周囲のパーティーメンバーに継続回復が発生するっていう効果なので、後から学者に近づいても、この回復効果をもらえるっていう違いがあります。これは結構、明確に強みになってて、例えば時間結晶なんかだと、
ちゃんとヒール効果を使おうとすると、結構離れたところでこの180アビリティを起動したくなるので、そういうのは、まあ、明らかにスラフェンスに有利になってますね。で、結構やばいのが先制術師で、一番ややこしいのがこの運命の輪ですかね。で打った瞬間に、まずは周囲30メートルにいる人に対して10秒間の 10% 軽減を与えます。で、さらに、周囲8メートルにいる人に対して15秒間、ホットを与えます。で、しかもこのホットは、輪を開いてる間は、3秒ごとに更新されます。つまり3秒ごとに残り15秒まで延長されます。軽減は更新されないけれど、ホットは更新されるっていう、よくわかんない仕様になってます。まあ普通はあんまり運命の開きっぱなししないんで、あんまり関係ないですけど、まあ一応こういうめんどくさい仕様はあります。で、もう一個、これ結構勘違いされがちなのが、ホロスコープとマクロコスモス。結構多分効果自体は有名で、なんか事前にバフみたいなのを与えといて、まあ時間切れになって自動起爆するか、もしくは先制術師がもう一回スキルポチッと押したら手動起爆されて、回復効果が発生するっていうスキルなんですけれども、手動起爆をするときに、そのキャラクターが先制術師の近くにいないと、なんと手動起爆が行われなくなって、時間切れの自動起爆まで起爆できなくなるっていう、なんか、ヒーラー、多分他のロールと比べても、こういうすごくめんどくさい細かい仕様なのみたいなのがすごく多いと思うので、多分ゲームに慣れていた頃にジョブガイド読み返すと結構発見があるかなと思います。めっちゃ処方的ですけど、魔法か魔法じゃないかっていうのは、技かなんかをマウスオーバーとかした時に出てくる、なんかアビリティとか魔法とか、ウェポンスキルとか、あそこで見分けるんですよね。そうですね。基本的には GCD が回るやつは 99% 魔法かウェポンスキルのどっちかで、そうじゃないやつは 99% アビリティだと思っていただければ、まあ大体合ってます。本当に時々例外がいるんですけれど。今ちょっと進行の話に戻るんですけど、進行値をちょっと知り合いってマテリアで調整してる人をその場で外してつけてってしてる人を見たことがあるんですけど、はい、その場合って入れ替える場合クリティカルとかスキスピとか石とか大体入ってるじゃないですか。はい。入れ替えるならどこの場所から入れ替えるべきなのかなっていうのが。そうですね。まあ、基本的に、まあ、スペースフィアはもう基本的に入れ替えちゃダメ。もう多分、都合のいい GCD 値というものがあるので、もう、ちょっと外すと多分一気に外して次の都合のいいところまで行かないといけないので基本的にはなし。で、クリティカルもかなり貢献度が高いので、まあ基本的にはなし。で、意志力とダイレクトヒットって結構微妙な関係でして、まあ、大雑把に説明すると、スペスピスキスピはとりあえず必要な分だけ積む。で、クリティカルは、ちょっと行き地の問題で最後あえてはめないことあるんですけど、基本的にははまるところには大体全部はめる。意志力とダイレクトヒットが大体いいバランスで、お互いいい具合まで積むと強くなるみたいな仕様になってます。基本的にはヒーラーって多分、その装備に素でダイレクトヒットが入ってないので、多分マテリアダイレクトヒットまみれになってて、意志力はほとんど入ってないのかなと思ってまして。確かに最終の方だと、今見たら結構ダイレクト入ってますね。そうですね。タンクとヒーラーって装備にダイレクトヒットが入ってないので、基本的にはもうダイレクトヒットが不足しまくっている状況なので、意志力のマテリアあんまりないで、ダイレクトヒットはめまくるみたいなことになります。まあ、意志力外せるんだったら意志力でもいいんですけども、多分あんまり外せるとこはないと思うので、基本的にはダイレクトヒットを外して進行を入れることになるのかなと思います。まあ、意志力かかったらもちろん外してもいいと思います。基本的には優先の的には、ダイレクト外して、意志力外して、みたいな感じになるんですかね。まあ、意志力とダイレクトヒットはなんかいいバランスで外していく感じ、ちょっと表現難しいですけども、まあ、多分最終装備だと、なんか最終装備で誰かが計算したやつだとちょうど以外に入ってるはずなので、一個ずつ外していく感じにするとちょうど良くなると思います。ヒーラーの方とかが、その攻撃力を上げる薬割ったところで、どれぐらい火力に貢献してんだろうっていうのがあんまりよく分かってなかったんですけど、なんか今のお話だと、まあ、たかだか、その十数発撃つ極煙砲とかなんとかその技のダメージ火力が 10% 弱ぐらい上がるって考えると、なんか割となんか相当ビビたるもの、まあ当然バースト中の極煙砲なんで多分バースト外のやつよりは強いんでしょうけど、まあ言うて結構ビビたるもんなのかなっていうふうに思っちゃって、なんかそうした時にこう例えばヒーラーが落ちて蘇生して MP が少ないっていう時って、まあ普段ヒーラーの方がどれぐらい蘇生した後の HP がカツカツなのかっていうのを把握してない中で言うんですけど、なんかカツカツ感を覚えるんだったら割と結構ルースにスーパーエーテルって割っちゃっていいものなのかなっていうふうになんか聞いてて初心者的には思っちゃったんですけど、なんかそんな割とこう割っちゃっていいものなんですかね、スーパーエーテルって。ですね。もう MP ちょっと足んないかもなって思ったら割るぐらいでもいいと思います。もうまあ当然ですけどヒール不足で周りを落としたらもうそれだけでとんでもない火力ロスになりますし、まあそうじゃなくても、極煙砲撃てない時間が5秒あったらそれだけで評価額割ったのがミスっていうことになってしまうので、もうかなり気楽にやっていいと思います。最初タイムラインとか把握してバリア軽減をある程度貼れるようになったかなとは感じているんですが、ただそれが GCD バリアヒール込みで軽減回し
がベースになっているので、どうしてもこう極煙砲とかを撃つ火力を出しながらバリアを厚くして軽減するっていうのが難しくて悩んでます。ちょっと火力とバリアのその両立とか、あとはもしなんかこう練習方法とかあったらご指南いただけたら嬉しいなって思ってます。火力をひねり出そうとすると、やるべきことは、だいたい2個かなと思ってまして、1個が効率よくヒールなり軽減なりをする。もちろん、それがうまくできないと結局 GCD ヒールをすることになって、その分火力が落ちる。もちろん当たり前なんですけども。両立っていうか、だから要は、効率よくヒールをしようみたいな話になります。ドミネってもう、ご覧のようにこの連続ダメージがチャキンチャキンチャキンってくるっていう場面なんですけども、基本的にこういう連続でダメージが来てて、総ダメージ量が多いみたいな場面では、バリア軽減が強くて、バリア系のアビリティはあんまり効果が、有効ではないっていう話になります。細かい数字の話をすると、展開戦術が、バリアが540、回復倍点もするとバリア540。で一方で、一気今作が回復力200とバリア360なので、オーバーヒールが発生しないのであれば、合計で560相当となって、総 HP に対する総ヒール量とか総軽減量で言えば、一気今作の方が上ということもありまして、20なんでそんなに誤差だろうといえばそうなんですけれども、そもそも数字として一気健康作の方が強いのであれば、展開戦術を使っていること自体がちょっともったいないというか、展開戦術を使って意味があんまりないっていうことになります。ちょっとさっきお話ししたように、そもそもフェイルミネーションってスキル自体がクセモノみたいなところもあるんですけど、多分結構使いどころに困ってらっしゃいましたよね。そうです。開幕は先ほどおっしゃってた通りバリアに乗せるっていうのは、そうですよねって思いながら聞いてたんですけど、途中のそのギミックに対して、なんですか、タイラント全部物理なので、魔法軽減意味ないですし、どうしようかっていうところはあります。武器は基本的に物理だし、これ魔法だけど別にそんな言うほど痛くないし、みたいな感じで、多分結構使いどころ難しいかなっていう気がしています。で、そこら辺で使ってる。ここはもちろん多分 GCD ヒールする場面でもあると思うので、使いどころとしてはありだとは思うんですけども、多分ここまで結構作りに困ってたのかなと思ってまして、せっかくなんでちょっと3層で人が強そうな場所、どこがあるかなっていうのをちょっと考えてみていただきたいんですけども、なんかありますかね ?3 層で強そうな場所。やっぱりちょっと先ほど質問したところになりますけど、ヒットポイントが1になってしまうところか、もしくは、後の方の、名前が、技名が出てこないんですが、C メテオあたりとかですか？そうです。ニールストーム、そうですね、HPC になってしまうところで、多分戻すときに、コンジャクションヘリオスとか、応急域とかも打つのかなみたいな感じで、自主でヒール打つことになると思うので、ありですね。で、あとはそうですね、C メテオ。そうですね、この1000とファイアブレスのダメージが結構痛くって、ちょっとどうだろう今のアイルだったらもしかしたら無軽減に耐えるかもしれないんですけど、多分初週のアイルとかだとこれ無軽減だと普通に死ぬぐらいのダメージなので、ちょっと軽減欲しくって、こういう時とかにもイルビはありですね。こういう、このスキル、特にフェイルミネーションみたいな使いどころ、というか刺さるところが限られるようなスキルは結構どこだったら強いんだろうみたいなのを考えるのが有効かなと思ってまして、僕ちょっと考えてみるんですけど、例えばですけれども、一個強いなと思うのが、メテオレイン。この頭りが魔法なんですよね。で、これ単強も魔法。これ結構痛いですよね。2回目から。1回目はまだしも。結構痛いです。うまくやったら魔法ヒールはなしでもあるかもしれないけれど、雑に軽減してると普通に必要になっちゃうぐらいだし、そうそう魔法ダメージもあるし、みたいな。なるほど。チャンピオンズメテオの後の、これヘビーメテオ。これはもちろん魔法。で、しかも結構痛いので、どうでしょう。うまくやったらいらないかもしれないですけど、雑にやってると自主的が必要になるかも、みたいな。特に白魔導士とかラプチャーが魔法なんで、結構気軽に魔法打ってくれますし。じゃあそっちにちょっとヒール少し楽になるように書いておくっていう感じですかね。いや、なんでしょう、そのチャンピオンズメテオとか、あとはミールストームとかも別にいい使いどころなんで、そこにするのがダメっていう話じゃなくて、とりあえずそういう風に、ここ使えるかもな、みたいなところをたくさん探しとくと、あとはリキャストとの兼ね合いでうまいところ使えるところを探せるようになるので、なるほど。いいかなと思います。ありがとうございます。あとは、あれですね。ヒールの範囲みたいなところも意識した方がいいかなと思いまして、ドミネで、ドミネのダメージ、ハリケーンのダメージ受けた後に、次のウェポンジェネレートに向けてヒールみたいな場面なんですけども、ここで着弾してすぐに腹痛ってるんですよね。腹痛の効果って20メートルで、このフィールドがこれ 1.40 メートルなんですよ。ということは、ここからここまでで20メートルで、ここからここまで20メートルあるかないかちょっと微妙じゃないですか。
微妙ですね。もしかしたら届かないかもしれない。まあ、多分この動画見てくれると今回届いてるんですけども、これ届かなくても多分おかしくないぐらいの距離だと思いまして、なので、すぐ打つんじゃなくて、ちょっと近づいて、まあ、この辺まで近づいてきてから打つとかすると、間違いなく届くかなと思います。バースト中にドット更新をするのかしないのか問題みたいな話が多分ちょいちょい話題になってるんですけれども、まず、前提としてお話しすると、このゲームドット、継続ダメージは基本的には、打った瞬間に入ってるバフに応じてその後の効果、っていうかダメージは全部決まりますと。その打った後にシナジースキルが切れたからといって、その後の効果が良くなるとかそういうことはないです。そういう前提に立つと、バースト中に一回ドットを打つと、そのドットが切れるまでの間は、ずっとその強いドットが走り続けるってなるので、結構お得ということになります。じゃあこれ開幕どうしたらいいのかっていう話なんですけれども、例えば、大体バースト中のシナジー倍率が 30% ぐらいになるパーティーでしたと。でこういう時に開幕どうしたらいいかっていうと、開幕ドット打って、その後、切れるたび、切れ際に更新し続けるっていうのと、開幕ドット打って、でバーストの終わり際に更新して、以後切れ際に更新っていうのと比較すると、ちょっと細かい数字はこれ見ていただければと思うんですけども、まっとうな長さの戦闘コンテンツだったら基本的に後者の方が強くなります。ちょっといろいろと計算してみるとわかるんですけども、大体8分とか10分とか、それぐらいのまっとうな長さの戦闘コンテンツだとすると、基本的には、シナジー持ちが学者のみだったら、もうあんまり弱すぎるんで、あんまりバースト気にしないで打ってよくって、でシナジー持ちが学者以外に2人以上いるような状況だったら、基本的にバースト中にドット交渉できるように、ちょっと浮気してでもドット交渉した方が良いことが多いです。エアドレっていう、賛否両論のスキルが学者あると思うんですけれども、あれももちろんバーストに打った方がよくって、これをどう打つのがいいかっていうと、基本的には、そもそもバーストにフローいくつか、余らせられる分だけ持ち込むと。で、バーストが始まったら余った分でエアドレを叩き込んで、その後、エーテフローですとか、点火ですとかを使用して、エーテフローを補充して、で、その後、必要な分はもちろん温存しないといけないんですけども、残りの分をエナドレとしてぶち込むっていうのが、バースト中に叩き込めるエナドレの個数を最大化する方法になります。つまり、エーテルフローを、ちょっとバースト中のエナドレの弾回収用スキルみたいな感じで使うということになります。普通にやると、エーテルフロー大体開幕ぐらいで打って、その後、エーテルフローは1分リキャストのスキルですけども、大体2分ぐらいごとぐらいにバーストが来るので、使用タイミングをほんの数秒遅らせたら、あとはその後はずっとほぼ力打ちで問題なくなるので、別に大きく損するというわけではない。大きく損するというか、そのエーテルフローの使用回数がめちゃめちゃ減るとかそういうわけではないです。もちろんこれをしてはいけない場面っていうのも一応あるんですけれども、そのエーテルフローどうしてもその開幕からずっと力打ちし続けないと、補充のタイミングがうまく噛みなくなってしまうとかそういうのあるんですけども、そういうのじゃないのであれば、基本的にこのエナドレの弾回収用みたいな感じでエーテルフローを打つのが良くなります。とはいえ、エーテルフローの力打ち失敗しちゃったとか、一回デストしてタイミングずれちゃったとかで、ずれてしまったらもちろん無理やり構成必要はないです。その今あったエーテルフローの関係で点火があんまりうまく使えていないなっていうのは自覚していて、点火は180秒のやっぱりバーストに合わせた方がいいんですかね。力打ちはあんまりしないで、それぞれのバーストに合うようにしていった方がいいんですかね。基本的にはバースト中の弾補充と言いますか、バースト中の弾補充は1個で十分なんですよね。エーテルフローと点火の片方だけで。両方打とうとすると基本的にもうアビリティが入りきらない。本当に全く入りきらないということはないんですけども、2個とも打っても、それに見合った分だけの効果いらないと言いますか。本当に火力を最大限左出したいのであれば、両方ともバーストに打った方が強くなることもあるんですけれども、基本的には点火とエーテルフローはバースト中には片方だけ使えば良い。っていうか十分な費用対効果を発揮できると思っております。どちらかというとそのバースト前にそもそも陣を置いただとか腹痛使っただとかでエーテルフローが減ってる時にバースト前に補充しておくだとか点火を使って3個にしてバースト開始して3個打ってでエーテルフローを使ってまたエラドレを打てるだけ打つみたいな感じでそのバースト中に打つというよりはバーストと無関係なところで打って結局持っているフローの数が多い状態にするみたいな使い方が良いのかなと思います。いかがでしたでしょうか。毎度こういう企画をやるたびに思うんですが、極めてる方の最適化への探求の話ってとても面白いですよね。あなたのヒーラー生活の気づきに一つでもつながれば幸いです。もうちょっとだけある続きもどこかでお披露目しますので、お見逃しのないようチャンネル登録をお願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒お告げなし。